来山軌道の最奥に配置された大いなる乙女像は、今日も色のない眼差しを空へと投げかけていた。滑らかな石の肌合いは、経年に黒ずむこともないガラスの天蓋から降り注ぐ光が弾け、純白の光場となって輪郭を曇らせている。扉をくぐった生徒たちは、ほんの一瞬だけ乙女像と視線を合わせると、伏せ目になってその場を離れた。像のまとう光が目にしみるということもある。けれど、それ以上に乙女の純白な眼差しへの畏怖がそうさせた。まぶたを曖昧に伏せ、口元を柔らかく結んだその表情は、見る者によって印象を変える。物言う思案、優しい微笑み、柔らかなまどろみ。皆自分だけの解釈を持っていたが、もう一度まじまじと眺めれば、たやすく崩れるだろうという危うさも自覚していた。何かの拍子に、憤怒や叱責、憎悪といったものを見出してしまったら、そんな恐れが生徒たちの心の奥にはびこっているのだ。それは生徒たちの模範とされる大いなる乙女に対して決して抱いてはならない恐怖だった。乙女は両腕を背に回し、上体を大きく傾け、片膝をつくという霊山の姿勢をとっている。しかし、オーロラのように波打つひだ飾りに獅子が覆われているせいで、その全容は伺えない。真正面からでは不安定な形状の化け物に拘束され飲み込まれている最中のようにも見える。それが生徒たちにあらぬ妄想をさせているのかもしれなかった。ともかく、この日も生徒たちは自分の中にある恐れや後ろめたさから目をそらしたまま次々に着席していった。死後について目こぼしされるのは霊山軌道の扉の外まで。彼女たちの口元は固く結ばれ、必要があっても目線を交わしてやりとりを完結させた。それでも広々とした空間にはかすかな息遣いや絹ずれが遠い彫層のように反響していた。と、そこに重々しい音が響き渡った。まるで静寂に残されたかすかな気配に苛立ち、真正面から土を振り下ろしたような容赦のない音だった。生徒たちはびっくりと肩を揺らしたきり、それぞれの椅子の上で彫刻のようになる。咳払いはもちろん、呼吸さえも潜められて、沈黙はいよいよ濃くなった。まるで音がなくなってしまったかのようだ。そのほとんど完璧な静寂を、例の音は何の遠慮もなく壊し続けた。規則正しく床を震わせながら身をこわばらせる生徒たちの横をすり抜け前方へと向かっていく。音の出どころは破壊の土などではなく、床を削るように踏みしめられる靴だった。学園の長であるアドラーが霊山軌道の控え室から中央へと向かっていく。ただそれだけの物音だ。黒い髪は頭の上にきっちりと結い上げられて、遅れ毛の一つもない。首元から足下まで覆い隠すドレスは闇を縫い上げたかのような純粋な黒。足音が物々しいのは彼女のブーツのかかとに鉛が入っているからであり、わざわざ重い鉛を仕込んだ理由は足音で生徒たちを威圧するためである。
やがてアドラーは乙女像の最前で立ち止まると、陰鬱な眼差しで生徒たちを見回した。気丈な生徒はその視線を受け止め、気の弱い生徒は目をそらす。どちらにせよ、すべての瞳に経験が刻まれたら、どちらにせよ、すべての瞳に経験から刻まれた萎縮が色濃く浮かんでいた。皆さんおはよおはようございます。と生徒たちは声を揃えた。乱れのない挨拶だった。一人一人が声に滲む個性を押さえつけ、一様に顔のない人間を演じているかのような粒の揃った昭和。その余韻は全く同じ時に書き消えた。後に再び張り詰めた沈黙が残る。う。アベルラ。はい。歯切れの良い返事とともに前の方の席からアベルラが立ち上がった。蜂蜜の蜂蜜色の髪が優雅な仕草に合わせて踊る。光をたなびかせながら壇上を目指す姿に、あちらこちらからため息が漏れた。とこしえの乙女よ。万物の母よ。万人の花嫁よ。とこしえの乙女よ。万物の母よ。万人の花嫁よ。その英知を恵みに変え、我らの苗床を守りたまえ。その英知を恵みに変え、我らの苗床を守りたまえ。指名されたアベルラは祈りの言葉を口にし、生徒たちはそれに続いて声を揃えた。広い空間に反響する昭和は、音韻を乱すまいとする必死さが透け、どこか硬い。一方で、全員を牽引するアベルラの声は、兵を率いて進軍する女王のように誇らしげだ。そうして、祈りの言葉がいよいよ最後の一節に近づいたとき。汝、花園にありて。先霊山軌道の扉を開け、飛び込んできた者がいる。扉を開け放つ音。戸口から差し恵む日差し。慌ただしい靴音。必死な声。すべてが厳粛な霊山の時間を台無しにした。最後の句を奪われた生徒たちは口々に落胆の息を吐いた。とりわけアベルラの吐息はトゲに満ちていた。一つ一つはかすかな呼吸音でも集まれば不穏なざわめきとなる。アドラーはドンと強くかかとを打ち鳴らした。途端膨らみかけた雑音が煙のように散る。なんですマコ。創造し。アドラーは腹の底に響くような声で侵入者であるマコーに語りかける。霊山軌道の戸口と奥、距離こそ離れていたが、その音韻はマコーの気勢を削ぐのに十分な威圧を宿していた。生、大変なんです。門の前に。マコーはしどろもどろに説明しようとしたが、うまく口が回らない。結局、言葉よりも雄弁なもの、扉の陰に隠れた何かを抱えて皆の前に突き出した。驚愕、動揺、不審。生徒たちがおのおの漏らした吐息やつぶやきがさざ波のように広がっていく。逆光のもとによろめき出たのは、頭から毛布をかぶった人間だった。頭を覆う布がちょうどフードの形になっているせいで、濃い影が顔を覆い隠し、造作も表情も読み取れない。それは誰です？あ
わかりません。門のあたりに倒れてたんです。その毛布は何です？私が被せました。だってこの子。あなたは、門のあたりに倒れている何者かを発見した。そして、自分の部屋からわざわざ毛布を運び、かぶせて、ここへ連れてきた。そうですね。必死に絞り出した言葉を即座に切りって捨てられ、マコは気まずそうに息を飲む。はい。その何者かに構わず、毛布を取りに戻ることもなく、来山軌道にまっすぐ向かっていたら、あなたは来山に間に合いましたか？はい。ならば次からはそうしなさい。その誰かについての報告は、わざわざここに連れてこなくてもできるのですから。一つ、来山に遅れて昭和をしなかった。一つ、皆の祈りの時間を台無しにした。それがあなたの罪です。はい。マコーは誰の耳にも届かない声で、はいと答える。ぎこちなく伏せられたその青い瞳には、トガビトらしい後ろめたさが宿っていた。あれが私じゃなくてよかった。激しい雨のように注ぐ生徒たちの視線を感じながら、ただ震えて立ち尽くす。処罰は追って伝えます。パボーネ、聞き取りと報告はあなたがなさい。はい。後方の席で白金色の頭が主行し、マコーを振り返った。この場に救いがあるとしたら、声こそ従順なパボーネの瞳にいたわりの光が浮かんでいることだ。マコーは差し招かれたように焦然とした足取りで彼女の隣に向かう。毎日永遠に同じ日が繰り返されるわけではありません。異変は必ず起こるもの。未だに収まらないざわめきを縫ってアドラーの設論が響き渡る。不測の事態に直面した時こそ、どうすれば常を保てるのかを考えなさい。慌てふためいて日頃を見失う行為こそが、亀裂を深くします。おや？でもあれやんな。アドラーのこの言い方ってのは、マコの行為に、なんか半分同意、半分ダメみたいなことやんな。だって、不測の事態が起きたことで、ね、日常を見失う行為こそが亀裂を深くしますって言っとるけどね、だからそれをね、不測の事態を無視して日常を優先させるかって言ったら、それはまた話変わってくんねえか。じゃあこれが火事だったら、ね、火事の時にわざわざ霊産をね、同じように繰り返すかと言われたらそうじゃないわけでしょ？うん。なんか不思議だね。さて、あなた。アドラーの視線はそこでやっと異端者へと注がれた。その闇色の瞳は寝室に紛れ込んだ害虫を見やるように冷たく底光りしている。毛布にくるまれた肉体がピクリと震え、顔を覆う影の奥から細い吐息が放たれた。あなたは何者です？なぜこの学園の門の前に倒れていたのですか？私。ドンとアドラーのかかとが床を踏み鳴らし、衝撃が伝わったかのように再び少女の肩が震えた。無作法ですよ。きちんと皆に顔を見せたらどうです？まず名乗れい。のろのろと少女の手が上がり、顔の横にかかった毛布をそっとかき分ける。
毛布はそのまま彼女の肩を滑って床に落ちた。わお。はっと息を飲む声があちこちで聞こえた。なんかこの作品見て思ったけど、全員巨乳だよな。うん。あいつ。一番最初の、青の子以外。はっと息を飲む音があちこちで聞こえた。毛布の下に少女は何もまとっていなかった。ほっそりとした肩や四肢に精巧さを残したまま、胸と腰は柔らかに実り始めている。その痛いけな曲線はほころび始めたつぼみのよう。逆光に輝く肌は清水に磨き抜かれた玉のよう。しかし、それを目撃した生徒たちは無理やり毒を飲まされたような気分になった。何かと厳格なこの学園において、人目に顔や手以外の肌を晒すことは、見る者の目を汚す行為に他ならない。ましてや、汚されたのは、学内で最も神聖な霊山軌道の警官。冒涜という言葉の重さを生徒たちは苦しいほどの胸騒ぎとともに味わっていた。だから、私、毛布を。マコーの弱々しい弁明は本人が思うより大きく響いたが誰も取り合わない。生徒たちは頬を歪ませて顔を背け、網膜に焼き付いた白い残像を追い払うのに夢中だ。一方、アドラーは揺るぎもせずに少女を見据えながら低い声で命じた。名乗りなさい。私は。ようよう絞り出された声は苦しげな余韻を残して途絶える。その場にいる誰もが彼女は自分の名前を思い出せないのだと察した。しかし、アルエット。沈黙をふっと断ち切って少女はつぶやいた。空の箱の底に唯一残っていたものを訳もわからず掴み出した。そんなおぼつかない音韻だった。アルエット。アルエット。アルエット。何人かは小さな声で口ずさんだ。全く聞き覚えはないが、なぜか口の中で転がしたくなるとでもいうふうに。アドラーは眉一つ動かさず次の質問を放つべく口を開いたが、どうした？そこに凄まじい音が響き渡った。あちこちで悲鳴が上がった。ある生徒は頭蓋を殴りつけられた気がしてめまいを覚え、別の生徒は地の底から突き上げられたようなこっちで座席から腰を浮かせた。耳で捉えるという範疇を超えたのだ。全身を打ちのめす無形の力を感じ、行き過ぎてからあれは音だったのだと気づく。規格外の轟音だった。この音は、時計と、鐘が鳴ってる。そんなバカな。誰かがつぶやいた言葉を誰かが拾って返し、広がるざわめきの中で、これは時計塔の鐘の音であるという認識が共有された。なんだろう、なんかそのアイアンメイデンエヴァーメイデンが現れる時になんか鐘が鳴るみたいな仕様にあったから、普段はこの時計の鐘は鳴らないのにみたいな、多分そんな感じの反応だよな。
ほどなくして音は止んだが、生徒たちの動揺はなかなか収まらなかった。再びの轟音に備えて、体を勝手に身構えたまま、未だ体の芯を揺るがされているような感覚を覚えるものも多い。そこにアドラーの靴音が鳴り響いた。鐘の音に比べれば迫力に乏しい音だが十分だった。その足音に鳴らされた日常が生徒たちを連れ戻した。私の言葉を聞いていなかったのですか？不測の事態に直面した時こそ、常というものを忘れるなと。その言葉が生徒たちの心に浸透し、周知を呼び覚ます。それが介護に変わったのを見計らい、アドラーは周囲を見回した。アルエット。それがあなたの名なのですね。はい。アルエットはノロノロとうなずいた。未だ正気の光が灯らない瞳は精一杯の怯えを示して見開かれている。宣告の轟音は彼女の動揺たる精神をも打ちのめしたらしい。ではアルエット。まずこの学園において、自ら人目に肌を晒すことは罪です。アルエットは言葉を返さず、ただ瞬きを繰り返した。ゆっくりとアドラーの言葉を消化しているようだ。その間も彼女の裸体は生徒たちの冷たい視線にさらされている。これ。見るに見かねたといった風情で、風情でいいか。見るに見かねたといった風情で比較的入り口に近い席からキャナリーが立ち上がった。毛布を拾い上げて渡すその横顔は、アドラーや他の生徒たちの視線を意識して後ろめたさに青ざめていた。アルエットは初めて毛布というものを見るような顔でそれを受け取ったが、一応場の流れは読めているらしく、マントのように肩から羽織った。偽善者。よろしい。ロビンがひっそりと吐き出した毒はアドラーの声にかき消された。これでやっとあなたを人間として扱うことができます。あなたはどこから、どうやってこの学園に来たのですか？何のために？とても人間を映すものとは思えない冷たい目のまま、アドラーはアルエットに問いかけた。こうやって一つの言葉で複数質問するやつってマジで良くないんだよな、実は。どこからどうやって学園。アルエットは質問をオウム返しにするばかりで答えをよこす気配はない。本人よりも席に戻ったキャナリーの方が焦燥に身を焼いているようだ。心配そうな視線を送り、両の手を強く握りしめている。わかりません。アルエットは深いため息とともに首を振った。覚えているのは夢中で歩いていたことだけ。泳いでた。目指すところがあったんです。どうしてもたどり着かなきゃって思ってたんです。でもそれがここかはわかりません。他には何も思い出せないから。たどたどしく紡がれる声に少しずつ感情がにじみ始めた。暗がりの中を手探りでさまよい、触れるものの実態がわからずにもどかしく言葉を絞り出している。こんな印象だった。なるほど。わかりました。アドラーは重々しく、趣向する。あなたは旅人だったようですね。それも、随分と行き当たりばったりな旅路をたどってきた。
興味深くはありますが、私たちが知る必要はないのでしょう。あなたの目指していた場所がここかどうかは、あなたにもわからないのですから。でも、アルエットはわずかに顎を上げ目を細めた。その視線の先には左翼に置かれた大いなる乙女像がある。私、あの像に見覚えがあります。また会えたって、そんな感じがします。その眼差しは言葉の通りに懐かしげで、乙女像への親愛さえ見て取れた。畏怖を浮かべて伏せられている生徒たちのそれとは真逆と言える。くしくも光を弾いて白く輝く彼女の肌は大いなる乙女像とお揃いだった。よしんばここがあなたの目的地であったとしても、アドラーはアルエットと乙女像の間に結ばれた見えない糸を断ち切るように言った。この学園があなたを受け入れるかどうかは、あなたが決めることではありません。アルエットが不安そうに顔を曇らせたのを見とってから、アドラーは自らの傍らへと視線をやる。アベルラ、まずあなたの意見を聞かせなさい。追放を。アベルラは待っていたように答えた。その瞳には先ほどの霊山の区の最後を奪われた恨みが警戒心とともに燃えている。ここは意義ある学園です。どこの誰とも知らない不老者が住み着いていいわけがありません。それにさっきの金。どう考えてもただごとじゃなかったわ。この人が現れて、みっともない姿をさらけ出して、名乗った。その瞬間、用もないのになったんですから。まるで怒り叫んでいるような音色だったじゃありませんか。地響きさえ引き連れて。声に込められた暗い熱は自らの言葉を自らの耳で聞くうちにより一層煽り立てられていくようだった。こんなこと初めてです。きっと不吉な出来事の前触れ。ええ、もっともですとも、アベルラ。しかし、いささか無駄な言葉が多かったように思えます。品よくありなさい。アドラーが賛意を示しつつたしなめると、アベルラは喉奥まで込み上げていた新たな気焰を何とか飲み込んだ。無作法をいたしました。おとなしく引き下がりながらも、その瞳は口にしびれた憎悪を宿して、おきびのように輝いている。では、ロビンは？生徒たちの頭の中から燃えるような赤毛が立ち上がった。生徒の代表とかそんな感じなのかな？はい。私も同じ意見です。保安のためには、不確定な要素を抱え込まない方がいいでしょう。ロビンの返答は、アベルラの感情的な意見とは逆に極めて事務的なものだった。持ち出された本の処遇を聞かれて、本棚の元あったところに戻すと答えるような当然の響きがある。それだけに説得力は強かった。先ほどアベルラの吐いた気焰に理屈を与え、正しいもののように思わせる効果がある。アドラーは目顔でロビンに着席を促し、ついでその眼差しを入り口の付近へと移した。キャナリー。落ち着かない動作でキャナリーが立ち上がる。注目を意識したせいで、ただでさえ血の気に乏しい頬からさらに色が失せてしまう。確かに、後々のことを考えたら、素性の知れない人を受け入れるのは良くないことかもしれませんが。
キャナリーは何か思い切ったように息を吸い、何の音も乗せないまま吐き出した。言葉を切った先に言いたいことは喉奥に引っかかったままだ。彼女の勇気はアルエットに毛布を差し出した時に使い果たされてしまったようだった。では、あなたも追放するべきという意見ですね。はい。アドラーがそう総括すると、キャナリーはたやすく重圧に負けた。虚しい吐息とともにうなだれる。力なく着席するキャナリーから次の生徒に指名が移る。マコあれか。あれだ。特別クラスの生徒たちってことか。先ほど皆の前で叱責されたことが答えているのだろう。マコーの目の光は嫌に弱しかった。私も、みんなの言ってること正しいと思います。ここは保護施設じゃなくて学び屋だから。みんなきちんと許可を得て入学しているんだから。マコーは言葉を切り目を閉じた。祈るような吐息がその唇から漏れる。次にそのまぶたが開いた時、美しい青い瞳は強い覚悟を宿していた。けど、このまま放り出すのはあまりにも。せめて服や食べ物は持たせてあげた方が。それはおそらく宣告キャナリーの喉元で潰されたものと同じセリフだった。あなたも追放に票を入れるのですね。一応は、でも、アドラーは聞くべきことは聞いたという意思を示してうなずいた。マコーの主張は見事に断ち切られて行き場を失う。先生なんかクセモンだよな絶対。なんかありそう。パボーネ。力なく腰を下ろすマコーを気の毒そうに見守りながらパボーネは立ち上がった。私は、どっちでもいいですけど。口調こそのどかなものだったが、場の流れに逆らうセリフだった。それを何の気負いもなく発したパボーネは、張り詰めた空気をさらに察したように道内を見回すと、苦笑交じりに肩をすくめる。まあでも、出て行ってもらうしかないのかな。ちょっとかわいそうだとは思うけど、この子を追い出さないとみんな安心できないんでしょ？アドラーは目線でパボーネの着席を促す。ルク、最後にあなたの意見を聞きましょう。続けざまに追放に票が投じられ、もはや処遇は決まったも同然だ。しかし生徒たちの目は変わらぬ緊張を帯びて音もなく立つ最後の一人を見守る。まるで霊山軌道の薄暗がりがうごめき、より純粋な闇の化身を生み落としたように見えた。奈落へと落ちる闇のような漆黒の髪、黄金の刺繍を施された漆黒の街灯、そのただ中に滑らかな頬がゾッとするほどの白さで浮かび上がる。ほんのわずかな青みを帯びて底光りする瞳は永久に溶けない氷のようだ。血の色を鮮やかに透かした唇は肌の白さを際立て、死神めいた不吉さえ醸していた。学園にとって不要な人間は去るべきでしょう。簡潔な結論は音韻のためか、あるいは最後の一人という認識のためか、他の少女たちの意見よりもずっと無情な響きを帯びていた。それまでただ黙って成り行きを見守っていたアルエットがわずかに身を震わせ息を飲む。いよいよ放逐の決定は確実なものとなった。その場の誰もがそう確信し、わずかな罪悪感を押しやるために思考を巡らせ始めたが。しかし、彼女がそうであるかどうかはまだわかりません。
ルクが続けて発した一言に空気が乱れた。あちこちから戸惑いの吐息が漏れる。その声にならない声を代表してアベルラが問うた。これあれだな。絶対にこれあれだな。嫌い同士なんだろうな。水と油みたいな。どういうこと？さっきアドラー先生がおっしゃった通り、この学園が彼女を受け入れるかどうかは、彼女が決めることではありません。けれど、私たちが決めることでもありません。確かに。じゃあ、誰が決めるというの？エバーメイデン。ルクは視線を動かさないまま言ったが、生徒たちの大部分が霊山軌道の奥の像を見上げた。その白い眼差しの意志を代弁するかのように、ルクの声は淡々と響き渡る。本校の入学資格は、メイデンとなり得る資質。校則に記されているのはそれのみです。資質ある者は受け入れ、なき者は拒む。それがこの学園のノリです。それは、まさかあなた、こんな不老者に資質があるとでも？適性検査を受けさせて、万が一合格した場合は、ここにいさせるっていうの？私たちと肩を並べて学ばせると？いよいよ怒りと動揺を隠さなくなったアベルラに対し、ルクは氷のような眼差しを投げかける。ノリに従うというのは、そういうことよ。不確定な要因は追い出すべきという意見だけど、その底にあるものは、馴染みのないものに対する不安でしょ。それは理性的な判断とは程遠いもの。素性のわからない者の入学が危険を伴わないとでも？ロビンが会話に加わる。ルクに異を唱える形ではあるが、その表情にアベルラのような動揺はなく、ただ延々と意見を交わそうとしている印象だった。淡々と意見を交わそうとしている印象だった。そもそも私たち全員、互いを知らない者の集まりよ。誰が人柄を保証してくれるわけでもない。少し見慣れたからって危険がないと思っているのなら、それはあまりにものんきなことね。ロビンは黄金色の瞳をわずかに見張る。なるほど、と言いたげな納得の光が浮かんだが、彼女が口を開く前にアベルラが噛みついた。おかしなことを。裁きの土のようにアドラーの靴音が鳴った。そこまで。ルクの意見にも一理あります。お、先生すごいな。なるほど。先生はなるほど、そういうことか。筋が通っていれば、なるほど。意見を柔軟に取り入れる、気はあるのか。なるほどね。そんな！この学園に課せられた使命がメイデンの育成であることは確かです。法で定められているという以上に、世界の状況を鑑みれば、何にも優先されるべき急務と言えるでしょう。メイデンは一人でも多くいた方が良い。それは厳然たる事実です。宣告までこの場を掌握していた総意は、今や見事なまでに覆された。アベルラは屈辱にはがみしながらルクを睨む。主張の正当性に対する異議というより、アドラーがルクの意見に加担したことへの不満が赤い瞳に燃えていた。なるほど。確かにそうですね。なるほどな。すげえ悪いやつかと思ったけど、アドラーは一応筋は通っとるんか。何にしても、まずは彼女にその資格があるかどうかを測ってみなくては。ええ、そうよ。早い方がいいでしょう。
ロビンの冷静な提案を受け、アベルラは矛を収める。資質なんてあるはずがない。彼女を落ち着かせたのはその認識だ。やむを得ませんね。本日はこれにて閉式といたします。特進の生徒はここに残り、それ以外は部屋に戻って待機しなさい。午後からは通常の授業を始めますから、気を引き締めて予習しておくように。それと、本日の来参は不完全に終わりました。各自、自室に戻ったら、祈りの言葉を今一度唱えておきなさい。アルエットの適正検査の結果は、朝食の席で伝えます。アドラーが号令の代わりに靴を踏み鳴らすと、生徒たちは一斉に立ち上がった。行列は黒い皮めいて、一様に扉の横に立つアルエットを避け、よどみなく流れ去っていく。霊山軌道に残ったのは、先ほどアドラーに意見を求められた生徒たち。アベルラ、ロビン、キャナリー、マコー、パボーネ、ルクの6名。そしてもちろん毛布をまとったままのアルエット。では向かいましょう。アドラーの声を機に残る少女たちも動いた。どこに？所在投げに佇むアルエットがか細い声で問う。増加室よ。キャナリーは小さな声で告げ、アルエットの背を毛布越しにそっと押した。